にそのままドイツで売っててもおかしくないようなものを作ってますね。はい、どうもありがとうございます。好きな人に届けたいというか、武骨すぎて華やかじゃないんで、ドイツパン美味しいって言ってくれる方がいると嬉しいなっていう噛み締めながら生きてますね。普通に死ぬまでやるつもりなんで。いらっしゃいませ、こんにちは。ドイツの職業訓練制度みたいなのがあって、職業訓練制度、座学と実地でドイツのパンを学んで、その立派な職人に成長させてくれるっていうシステムが、あるっていうことを、高校の時に知ったんで。どうもありがとうございます。まさか男性の方がドイツで修行してパン作ってらっしゃるって知らなかったんで、すごいいいお店に来たなと思いました。素材にこだわってめちゃくちゃおすすめですね。やっぱりうちはドイツパンの店なんで、大きいライ麦パンが特におすすめですね。で、中でも今ライ麦全粒粉 100% のやつはやっぱり中がギュッと詰まってて、味もしっかりしてて、コクが強くて、酸味もしっかり感じれるので、結構玄人向けといいますか、これじゃないとダメみたいな人も多いですね。結構美味しいです。オープン当初、今はだいぶ減りましたけど、最初こういうパンはもうパンじゃないみたいな、やっぱそういう人もおるんやっていう。でその中でも美味しそうって思ってくれて、美味しいと思ってくれる受け皿の広さに感謝してます。ありがたいです。どうもありがとうございます。おはようございます。今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これはサワー種ですね。ライ麦と粉と水だけで作ってる、天然酵母みたいなやつですね。これがないとライ麦いっぱい入ってるパンがちょっと作れなくて、ちょっとだけイースト入れて安定はさせてるんですよね。昨日から寝かしてあるこのサワダネのライ麦パンを全部回しながらっていう感じですね。結構ライ麦パン焼く時間長いんで。焼く時間が長い。そうですね、結構50分とか普通に入ってくるんで、高温でさっと焼くより低温で結構長い時間かけて焼かないとあんま火通らないというかって感じなんですよね。
どうしてそのドイツパンに至ったというか。至ったのはちょっと味が好きやったんと、パン屋そもそもちょっとなりたかったんですよね。高校の時になんか将来の職業について調べとけみたいな先生がおったんですけど、なんかドイツの職業訓練制度みたいなのがあって。職業訓練制度。はい。国家資格を取るシステムがあって、職業訓練制度ですね。職場で働きつつ学校も通わせてもらって、座学と、実地でドイツのパンを学んで立派な職人に成長させてくれるっていうシステムが、あるっていうことを、高校の時に知ったんで、専門学校卒業して普通にパン屋で日本のパン屋で働いて社会人になってお金もちょこちょこ貯めつつ、語学もちょっと準備してでドイツにやっと行こうかなという感じで行きましたね。僕が取ったのがゲゼレっていうんですけど、そのゲゼレを取った人が次に取る資格がマイスターで、実際行ってみたらでマイスターっていう偉い人はもちろん何でも知ってるんで、こっちが学ぼうとすればもう何でも答えてくれるような環境っていうのがなんかすごいありがたかったですね。やっぱこういうパンは主にライ麦をメインになってくるんで、また全然小麦と色がすごいグレーみたいな感じなんですけど、ライ麦パンになんかくるみのやつとか、ちょっとイチジクのやつとかやったりするんですけど、そこに混ぜ込む用のくるみとこれが次のライ麦全粒粉のパンのライ麦のサワー種ですね。こっちさっきのは普通のライ麦粉のサワー種やったんですけど、これが全粒粉で作ってるサワー種ですね。ものによって使い分けてる感じですね。ドイツパンちょっと種類多すぎてこれっていうのがあれなんですけど、主にドイツパンなんか独特な酸味とかコクがあって味わい深いみたいな感じですね。密度あって噛めば噛むほど味わい深いというか、いろいろ入ってるわけでもないのに粉のうまみがどんどん広がっていくといいますかっていうところが好きでしたね。貧乏な生活をしてましたね。修行の身なんであんまりお金もらえないというか、最初の給料とかやったらほんまにほぼほぼなくなるみたいな感じだったんで、週末とかバイトしてましたね。日本食レストランでバイトするんですよ。和食のレストランで働くとまかないは絶対もらえるじゃないですか。そしたらお米がめっちゃ食わしてくれるんで、これが太陽製粉さんってとこが使ってるドイツ産のライ麦の、ドイツっぽいしっかりしたライ麦の全粒粉、国産もちょっと使ってみたり国産のライ麦のやつ食べたりしたんですけど、なんか何でも合うような感じですっきりしてて、それはそれで美味しいんですけど、ドイツで食べてた味とはちょっとちゃうなっていうね。ドイツのパン味濃いんで食べられへん人も出てくるよぐらい癖強くていいんじゃないかなっていう、好きな人に届けたいというか。
普通の通常の大きいライ麦の、まあ、プレーンな食事パンと、あとはなんかオリーブとかアーモンドを入れたちっちゃいライ麦の、あとはまあイチジク、ドライイチジクを中に包んであるやつとか、まあ、普通の食事パンですね。ライ麦いっぱい入ったらちょっと扱いにくいですね、生地が。あ、そうなんですね。はい。外見は硬いけど中は結構しっとりしてて、ライ麦だけやとあんまりギチギチに詰まっていくんで、まあ、食べると口の中で結構ねちょっとしたりというか。名前でどんなパンかがちょっとざっくり分かるっていうのがドイツパンの特徴というかあれなんですけど、今作ってるパンとか言ったらロッケンミッシュブロートっていうんですけど、ロッケンがライ麦なんですよ。ミッシュが、まあ、ミックスですね。ブロートが、まあ、大きいパン、ライ麦がミックスされたパンですみたいな、すぐ分かると言いますか。ドライイチジクですね。このイチジク美味しいですね。そうですね、アーモンドですね。自宅なんですか？そうですね、ここ実家なんですけど、ここが自分の部屋やったんですけど、元はそこをぶち抜いてやってるっていう感じですね。で、まあ、たるみで店やりたいっていうのがもちろんあったんで、まあ、ここ使えるんやったらここでええやんっていう、まあ、路地入りますけど全然来てくれる方いらっしゃるんでありがたいなと思ってます。プレッツェルも割と人気ですね、キッズに。友達の子供が食べてる動画とかたまに送られてきますね。嬉しいですね。嬉しいですね。細いところがカリッとして太いところがちょっとむっちりした食感になるんですけど、ちょっとそれを調整するためにいい感じに成形してます。
ドイツパンの象徴みたいなもんなんで、お店のロゴとか大体ブレッツェル入ってますね。ベッカライなんたらみたいな名前して横にブレッツェルがついてるっていうのが多くて、ベッカライっていうのもパン屋っていう意味ですね、ドイツ語で。ノイスは僕が修行してた町の名前ですね。ノイス市っていうところがあって、めちゃめちゃええ町でした。静かで栄えてましたしね。僕がおった店がベッカライプッペっていうところやったんですけど、そこが結構有名というか、ノイスにもいっぱいありましたし、隣の市とか、その近辺に結構何店舗か持ってるみたいな店でしたね。ドイツはめっちゃ日持ちするんですよ。そう長持ちするとかもええなって思いますね。レストブロートとか言ってパン粉にして再利用するとか、そういうなんか無駄にしないパン作りといいますか、すごいびっくりしましたね。はい。ありがとうございます。全粒粉が7割入ってるんで、しっかりコクとか酸味が感じられるのもありますけど、アマニが特に香り強くて美味しいですね。でひまわりの種の食感とかも楽しめますし、ライ麦パンなんですけど、全粒粉いっぱい入ってたら酸っぱいとか硬いとかイメージ多いですけど、意外と、これは食べやすいみたいな感じで多くの方に食べていただいてます。ドイツで働いた店でいっぱい作ってたんですけど、それめっちゃうまくて、そこも看板商品やったんですよ。あ、そうなんですね。そうです、店の看板商品で、1日でも信じられんぐらい数作ってたんですけど、それでなんかメアコン美味しいなと思ってマイスターに作り方聞いて勉強したって感じですね。初めは開けながら。そうなんですよ。最初の3分を閉めて蒸気を入れて焼いて、途中で1回開けるんですよ。この 100% のパンとかやと1回生地上がった後に何もしてないと落ちちゃうんですよね。で1回扉と、ダンパーっていう蒸気の穴を開けてあげると、蒸気が逃げて、乾燥も入って外枠が固まるんですよね。
でその後どんどん焼いてあげれば綺麗な形に仕上がるという形ですね。ちょっと今ドイツのキッシュの準備をしてます。ツビーベルクーヘンっていう直訳すると玉ねぎのケーキなんですよね。でも甘くなくて白ワインと一緒に食べると習わしがあるみたいな、普通のキッシュよりかは重たい感じですね。これ炒めた玉ねぎとベーコンですね。完全に一緒とかじゃないんですけど。これはスパイスですか？そうですね。ナツメグですね。ナツメグは大体入ってるように感じますね。それにライ麦 20% の生地をちょっと使い回してって感じですね。食べ応えがめっちゃありますね。玉ねぎいっぱい中にぐっと入ってるんで、甘みとかがしっかりしてて、でちょっと胡椒とかも効いてるんで、ドイツのはこんな感じよみたいな、結構パンチあるんで優しくないです。めちゃくちゃ結構満足感あります。
マロンペーストと柚子とか合わせて、あとクリームチーズとちょっとさっぱりさせたやつを使ってますね。うち季節もの全然ないんですよね。結構華やか系じゃないじゃないですか。地味なものしか置いてないんで、それでちょっとブレッツェルにマロンくっつけるっていう形で申し訳程度の季節を出したりしてるんですけど。これが玉ねぎのフォカッチャみたいなやつですね。フライドオニオンが入ってるんですけど、香りがめっちゃ強くて美味しいです。正確に言うとブレーゼルなんですけど、私はクリームチーズとクランベリーですね。これとドライイチジクを包んで焼いてるやつがあって、これ僕がドイツ行った時に一番好きになったドイツパンっていう、中にひまわりの種とかいろいろ入ってますんで、それの味わいがすごい深くて、ライ麦7割使ってるんですけど、それでもすごいライトに食べれると言いますか、味わいがすごい豊かなので、なんかすごいもう酸味が強いとか硬いとかそういうのじゃなくて、もうすごい普通に自然に食べれるなんか食事パンやなと思いますね。もう何でも合いますし、僕はよくクリームチーズとか塗って食べてますね。僕の友達ようメアコンプロット食べてくれてるんですけど、腸の調子がめっちゃ良くなったって言ってましたね。美味しくて体にもいいっていうね。
指がぬるっとするのと一緒で、多分表面が溶けて鳴らされてこういう感じに、香りも結構独特な香ばしい感じがしますよね。ドイツパンといえばブレッツェル、定番の作り方で作ってますし、普通にそのままドイツで売っててもおかしくないようなものを作ってますね。
しゃいませ。こんにちは。あとプレッツェル一つと、あ、大丈夫です。はい。ありがとうございます。今日は同級生が家でパン屋さんしてるって聞いたので、あ、じゃあこれは行ってみようと思って今日やってくれました。今日はプレッツェルとイチジクのパンと、あともう一個イチジクの大きいパン購入しました。食べることがあんまりないので、食べてみるいいきっかけになるかなと思って来ました。言われな分からんかったけど、ありがとう。とんでもないです。ずっといろんな人からお店やってるよって聞いてて、ずっと行きたいなと思ったけど、これじゃなかったから来ました。はい、ありがとうございます。もうちょっとしたら2年ですね。あ、そうなんだ。はい。12月にできたんですけど、今年の定番はプレッツェルなんですけど、あ、プレッツェル。ね。あ、じゃあプレッツェル一つ。はい。はい。10円なんですけど大丈夫はい、です。いいですよ、いいです。はい、どうもありがとうございます。ありがとう。実家がすぐ近くにあって、時々訪ねてきているんですけども、よかったです。まさか男性の方がドイツで修行してパン作ってらっしゃるって知らなかったんで、すごいいいお店に来たなと思いました。なんかクリームチーズとクランベリーで、あとはこれイチジクとかで、あとはプレッツェルがおすすめって言われたのでプレッツェルを買いました。柔らかい感じの方なんで、この辺の土地柄にマッチしてていいんじゃないかなと思いました。はい。やっぱりうちはドイツパンの店なんで、大きいライ麦パンが特におすすめですね。で、中でもこのライ麦全粒粉 100% の、ロッケンフォルコンブロートっていうんですけど、とこのメアコンブロートと、あとはブレッツェルって感じですね。で、ライ麦全粒粉 100% のやつはやっぱりライ麦の全粒粉だけでできているので、中がギュッと詰まってて味もしっかりしてて、コクが強くて、酸味もしっかり感じれるので、結構玄人向けといいますか、ライ麦が好きな方はどんどん好きになってこれにたどり着くみたいな、もうこれじゃないとダメみたいな人も多いですね、結構。はい。オープン当初、今はだいぶ減りましたけど、最初パン置いてないですねって言われること結構多かったんで、こういうパンはもうパンじゃないみたいな、やっぱそういう人もおるんやっていう。でその中でも美味しそうって思ってくれて、美味しいって思ってくれる受け皿の広さに感謝してますありがたいです。ドイツの修行時代一緒にいた人がいるんですけど、日本人の方で、知り合いの方何人か店やられてたりするんですけど、こういうのを焼いて1日2本とかになるの普通って言ってたんで、1日に何個も焼けるんかなり恵まれてるって言われましたね。確かに自分でも思いますね。こんなに売れるの嬉しいですそうなんです。どうもありがとうございます。まだありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。オープンされた時はもうずらっと並んでましたけど、最近はちょっとこの時間だったら大丈夫だから。私いわゆる食パンとかそういうのは一切食べないんです。だけどあんまり食べないで、食事用のパンで。普段の食事とか、小腹空いた時とか、
ちょっとまあ塊で置いといていただくんですけど、まあ、それでなんかお腹減ったなと思ったら一切れ切ってなんか冷蔵庫に入ってるチーズとかハムとかと合わせて簡単なんですけどちょっと複雑で特別な楽しみ方とかしていただけたらなと思いますね。でこの人型のマーク、これですか。はい、これはどういったものになるんですか？公式の LINE ですね。えメッセージくだされば予約できる。予約できますよね。置いといてもらったりとか、はい一人の。今からサンドを作りますね。こういう目の詰まったライ麦の全粒粉のパンとかをちょっと薄めにスライスしていただいて1センチいかないぐらいですね。僕が一番好きな食べ方はクリームチーズとハーブとガーリックを混ぜてドカ塗りして挟んで食べるっていうのがちょっとおすすめですね。こんな感じで美味しいです。そうですね。まあ大体でもこうやって余ったやつとかは捨てるもったいないかったりするんで、なんか余った食べ物とか適当に乗っけてても美味しいですし、いろいろスープとかにつけて食べたりもしてますね。何でも合います。美味しいよねこれ。ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうも、ありがとうございます。めちゃくちゃおすすめですね。週に半分しか空いてないのに全然やっていけてるんですよね。これなぜかというと全部完売しちゃうんですよ、お昼には。だから午前中早い時間がおすすめですね。今日はねオリーブとアーモンドのこのパンですね。これ素材にこだわって、あとは自分のペースでやってはるんで無理はしない。でもいいもの提供されてるから全部売れちゃうんですよ。ぜひ一度は食べてみられたらいいと思いますよ。この対面販売のいいところ。いいとこ喋れるんでね、いいですよね。好きなんですか？喋るの好きですね。喋りたそうな人とは喋れますね。会話ない方がいいやろなっていう雰囲気の人には全然お客さんに合わせてやってますね。前何美味しかったかですかとか聞けたりとか、こんなパンないのっていう意見もいただけたりとか、いいことばっかりですね。対面販売はダイレクトありがたいです。どうもありがとうございます。
ちょうど12月に2周年って感じですね。普段の食事に使っていただけるようなパン屋になりたいなと思ってましたね。やっぱり近所の方が多く来られるかなとは思ってたんで、お米ももちろん美味しいですけど、たまにライ麦のパンとか食べていいなって思ってもらえるようなパンを作って売っていきたいなって思ってますね。僕にとってドイツパンとはですか、唯一一生の仕事にしたいなって思えるほど面白いコンテンツといいますか、仕事とかあんまり別に働きたくはないですけど、したいことで食べれたらめちゃくちゃ嬉しいかなと思うんですけど、その中でドイツパン、パン作りっていうのがめちゃくちゃ面白くて、これやったらもう全然ずっと長く、こういう小さな店でも長い間別に派手なことはせずに静かにご飯食べて暮らせていけるな、行きたいな、行けたらいいなっていう存在なんで、好きですみたいなっていう感じですね。ドイツパンとはみたいな、広まれって感じですけどね勝手になんかね、いいもんなんで勝手に広まってくれみたいな、あとはもうここ食べに来てくれて、ここの味を知ってくれて、ドイツパンええなって思ってくれる人も増えたらいいなと思いますし、広めるというよりかは、美味しいものをそのまま作り続けて、気になった人にだけ刺さればいいなと普通に自分の好きな感じでやってってますね別に大変なことはあんまなくて、でもイベントとかいろいろで呼んでもらえて嬉しかったなっていう。そのドイツパンね、武骨すぎて華やかじゃないんで、なんか隙間すぎるんですけど、美味しかったんでイベント出てくださいよみたいな感じで、なんかナイトピクニックとか行かしてもらったり、いろいろつながりとかもあって感謝してるんですけど、ドイツパン美味しいって言ってくれる方がちらほらでもいると嬉しいなっていう思いをいつも噛み締めながら生きてますね。普通に死ぬまでやるつもりなんで、まだちょっと2年じゃ足りひんかなっていう。パン作りの面はちょっともっと今作ってるもんがあるんですけど、もっと深いドイツパンというか、ちょっとドイツパンコアな方には結構ないのって聞かれたりするのがあったりして、ドイツしていくのもありかなっていうのがあって、それ作ってちょっと売れるようにしていきたいなっていう。体壊さないようにね。どうもありがとうございます。